韓国海軍の強襲揚陸艦独島 VS 海上自衛隊大隅型任務と性能を比較。見た目は空母に似ているが、その用途は全く違う強襲揚陸艦。アメリカやイギリスで軽空母を改修してヘリコプターに特化したのが始まりである。空母のように戦闘機を強制加速させるカタパルトや着艦時に停止させるアレスティングワイヤーは装備していないため、 F35B やオスプレイ、ヘリコプターなど垂直に着艦できる航空機の運用がメインになる。我が国の海上自衛隊は揚陸艦と言われる艦艇は保有していないものの、現在は輸送艦大隅型がその任務を担っている。また韓国海軍も強襲揚陸艦を保有しており、大隅型と同じくLCAC と呼ばれるホバークラフトを搭載している。前回の動画では出雲型と独島を比較したが、今回はリクエストが多かった大隅型について、その搭載能力や航空機運用などについて比較していこう。韓国揚陸艦独島。独島型揚陸艦とは韓国海軍に配備されるドック型揚陸艦である。ドック型とは艦内のウェルドックと呼ばれる空間に上陸用舟艇やホバークラフトを搭載した揚陸艦である。それらに海兵隊や装備、車両を乗せて敵地に上陸して作戦を決行する。韓国海軍の強襲揚陸艦独島が正式に配備されたのは2007年だ。建造はイギリスのブリティッシュエアロスペースの協力を経て2002年より始まり、約5年の建造期間を経て任務に就いた。揚陸艦独島の名称は日本固有の領土竹島の韓国名称であり、いかに日本をライバル視しているかがわかるシップネームだ。独島型のメインエンジンはディーゼルエンジン4機の2垂軸スクリューで、最大速度は22ノット、約40キロの速度を出すことができる。しかしながら設計時にダメージコントロールの設計が甘かったため、後の航海で火災を起こし航行不能となる。その理由であるが、2つある発電機の1つから火災が発生し、消火のため放水したところ、もう1つの発電機も水浸しになり故障。そのため艦の発電能力がゼロになり航行不能状態となった。艦艇は攻撃を受けた場合を考慮して、通常は発電機や重要なシステムなどはメインとサブを離れた位置に設定する。しかし独島はどちらも近い位置に設計されていたのだ。またウェルドック内に LCAC を2隻搭載時は、後部エレベーターはそれらに干渉するため下ろせないという設計になっている。近接防御用ゴールキーパーとラムを装備しているが、残念ながらゴールキーパーは設計ミスにより、甲板上に駐機する艦載機が射界に入り、誤って射撃する恐れがあるため、配置を変えて運用することとなった。独島は武装した隊員を約770名収容可能で、海上自衛隊の大隅型輸送艦と同様のエアクッション艇2隻を搭載しており、敵地に上陸して作戦を行うことができる。ヘリコプターも搭載可能であるが、韓国軍の艦載ヘリコプターは防水処理技術が不十分のため塩害に弱いと指摘されている。このことから独島型揚陸艦に艦載機が搭載されて行われたオペレーションはほとんど確認されていない。米国との共同演習時においても、独島型からヘリコプターが飛ぶ姿やオスプレイなどの航空機が発艦する姿を見たことがないという、非常に運用実績が謎の揚陸艦である。海上自衛隊輸送艦大隅型。海上自衛隊の大隅型輸送艦は、鹿児島県の大隅半島がその名の由来である。1998年に就役し、建造費用は272億円。三浦型輸送艦の後継艦として建造された。艦種は LST、戦車揚陸型輸送艦となるが、実際にはドック型揚陸艦として認知されている。
艦の全長は178メートル、幅は 25.8 メートルで、就役当時はその艦の形状から空母だと話題になった。現在、海上自衛隊では、この大隅型輸送艦を3隻保有しており、2番艦下北、3番艦の国崎となっている。母港は3隻とも広島県の呉で、第一輸送隊に配備されている。満水排水量は1万4000トンで、三井製ディーゼルエンジンを2機搭載して最大速力は22ノットであり、韓国の独トと速力は同じである。また艦内には2隻のエアクッション艇 L キャックを搭載しており、この点においても独トと同様である。甲板には CH-47 チヌーク大型ヘリコプターを搭載できる耐久性と広さを持っており、武装した陸上自衛隊員を約330名収容でき、90式戦車を18両搭載することが可能。またトラックや車両を多数搭載でき、第1甲板には38台、艦内の第4甲板には27台、90式戦車を18両搭載する能力があり、陸自の中隊戦闘群を輸送する能力がある。輸送艦のため装備は簡素で、自衛用の近接防御 20mm 高性能機関砲シウス2機のみとなっている。また手術室、歯科治療室などを完備しているので、病院船として機能するため災害派遣などで実際に活躍している。甲板の前部と後部に巨大なエレベーターを配置しており、ヘリコプターを艦内に運搬することで格納庫として使用が可能である。大隅は近代改修を経て、甲板の耐熱処理加工でオスプレイの発着艦が可能となった。後部のウェルドックの改修により、L キャックだけでなく、陸上自衛隊の水陸両用車 AAV7 の運用もできるようになった。揚陸艦を保有しない日本であるが、大隅型の装備と搭載能力を見ると、他国の強襲揚陸艦と引けを取らない。独トと大隅の比較。独トと大隅は揚陸艦と輸送艦では任務の特性に違いを感じるが、事実上大隅も揚陸艦として機能するのは間違いない。兵装は独ト型揚陸艦が重武装であるのに対して、大隅型は最小限の自衛火器しか搭載していない。しかし揚陸艦や輸送艦の目的は戦うことではなく、兵士や装備を速やかに目的地に輸送し展開させることであり、大隅型の護衛はイージス艦がメインになる。韓国海軍は重武装する傾向があり、船のバランスやメンテナンスがうまくいかないことは有名である。なぜならオランダ製の武器とレーダー、アメリカ製のラム、そして韓国製の船体といったようにシステムが複雑なため不具合が多く発生している。ではここで大隅型と独トのスペックを比較してみる。運用実績であるが、海上自衛隊の大隅型輸送艦はイラク復興支援の際に陸上自衛隊の軽装甲機動車トラックをイラクへ輸送した。東日本大震災では搭載するヘリコプターで洋上から物資の輸送、またエアクッション艇で被災者や重機の輸送を行い、入浴支援や洗濯、病気の診察などを行った。インドネシア・スマトラ島沖地震の際も国際緊急援助として派遣した実績がある。大隅型輸送艦は中東までの往復など長期航行に耐え、災害派遣でその能力を発揮している。2014年には大隅型の甲板に陸上自衛隊の多連装ミサイル発射機、通称マーズを並べて大隅の甲板で模擬射撃訓練を行っている。では独ト型揚陸艦の実績はどうだろうか。今のところ目立った活躍や国際貢献などの報道はなく、外洋での航海も確認されていない。
軍の記念日などで韓国軍を PR する際にはイベント支援艦として登場している。またエンジンも独都型が4機のディーゼルエンジンで速力22ノットなのに対し、大隅型は半分の2機のディーゼルエンジンで22ノットを発揮する。そして外洋での長期間の航行実績はなく、ほぼ近海のみとなっている。これらのことからわかるように、海上自衛隊の大隅は着実に運用実績を重ねて艦の練度と運用能力を蓄積している点で、独都型揚陸艦よりも優れていると言えよう。大隅型と独都の比較、まとめ。韓国海軍は日本の装備を真似したがる傾向があり、ライバル心をむき出しにして国力と周辺国とのミリタリーバランスを考えない。一方日本は地震や水害など自然災害の多い国であるが、その際は大隅型や出雲型が発出され、被災者の救助や援助を行っている。そして何よりも尖閣諸島、島嶼防衛に舵を切った日本の防衛計画の中枢を担うのが輸送艦大隅型ではないだろうか。奪われた当初に陸上自衛隊の水陸機動団の装備、人員を輸送し展開させる重要なミッションを背負うこととなる。これからも大隅は改修され、離島防衛の切り札になることだろう。また中国の海洋進出、尖閣諸島における領海侵入の回数は増え、いつ有事に発展するかわからない情勢下で、海上防衛と島嶼防衛を担う海上自衛隊の任務はますます緊張度を増していると言っても過言ではない。陸上自衛隊独自で輸送艦を持つ構想があるようだが、その際は輸送艦大隅で蓄積されたノウハウが役に立つだろう。